霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著4落城から死足掛け3年にまたがる老城月に幾度となく繰り返される夜討ち朝がけ矢合わせ切り合いどっと起こる時の声空を焦がすのろしそして最後に武運いよいよ尽きてのあの落城400年後の今日思い出してみるだけでも気がめいるように感じます。戦いが始まってから女子どもは無論皆城内から出されておりました。私の隠れていたところは油壺の狭い入り江を隔てた南岸の森の陰、そこにほんの肩ばかりの刈谷を立てて一族の安否を気遣いながら詫び住まいをしておりました。ただいま私が祀られているあの小桜神社の所在地、少し地形は違いましたが、だいたいあの辺りだったのでございます。私はそこで対岸のお城に最後の火の手の上がるのを眺めたのでございます。お城もとうとう落ちてしまった。もはや夫もこの世の人ではない。憎き敵。女ながらもこの恨みは。その時の一念は、深く深く私の胸に食い込んで、現世に生きている時はもとよりのこと、死んでから後も、容易に私の魂から離れなかったのでございます。私がどうやらその後、人並みの修行ができて、神心が湧いてまいりましたのは、ひとえに神様のお諭しと、それから私のために和やかな思いを送ってくだされた親しい人たちの祈願の賜物なのでございます。さもなければ私などは、まだまだなかなか救われる女性ではなかったのかもしれませぬ。とにもかくにも、落城後の私は、女ながらも再起を図るつもりで、わずかばかりの忠義な従者に守られて、あちこちに身を潜めておりました。領地内の人民も大変私に対して親切にかばってくれました。が何を申しましても女の細腕、力と頼む一族老頭の数も、よくよく残り少なになってしまったのを見ましては、再起の計画の到底無役であることが、次第次第に分かってまいりました。積もる苦労、重なる失望、ひしひしと骨身にしみる寂しさ。私の体はだんだん衰弱してまいりました。いくつきかを過ごすうちに、敵の見張りもだんだん薄らぎましたので、私は岬の港から遠くもない、諸磯と申す漁村の方に出てまいりましたが、もうその頃の私には、世の中が何やら味気なく感じられてしょうがないのでした。里の両親は大変に私の身の上を案じてくれまして、忍びやかに私の仮住まいを訪れ、鎌倉へ帰れと勧めてくださるのでした。夫もなければ家もなく、また後を継ぐべき子供とてもない、よくよくの独り身。ともかくも鎌倉へ戻って、心静かに余生を送るのが良いと思うが、いろいろ言葉を尽くして勧められたのでありますが、私としては今さら親元へ戻る気持ちにはどうあってもなれないのでした。私はきっぱりと断りました。おぼし飯は誠にありがとうございまするが、一旦三浦家へ嫁ぎました身であれば、再びこの地を離れたく思いませぬ。私はどこまでも岬にとどまり、亡き夫をはじめ、一族の後を弔いたいのでございます。私の決心のあくまで固いのを見て、両親も無限に帰化を進めることもできず、そのまま虚しく引き取ってしまわれました。そして間もなく、私の住まいとして、海から2、3丁引っ込んだ、小高い丘に土塀を巡らした、ささやかな陰卓を立ててくださいました。
私はそこで忠実な家来や腰元を相手に余生を送り、そしてそこで寂しくこの世の息を引き取ったのでございます。落城後、それが何年になるかとおっしゃるか。それはようやく1年余り、私が34歳の時でございました。誠に短命な、つまらない一生涯でありました。でも今から考えれば、私にはこれでも生前からいくらか霊覚のようなものが恵まれていたらしいのでございます。落城後間もなく城跡の一部に三浦一族の墓が築かれましたので、私は自分の住居からちょいちょい墓参をいたしましたが、墓の前で目をつむって拝んでおりますと、夫の姿がいつもありありと目に現れるのでございます。当時の私は別に深くは考えず、墓に参れば誰にも見えるものであろうくらいに思っていました。私が三浦の土地を離れる気がしなかったのも、つまりはこのことがあったためでございました。当時の私にとりましては、死んだ夫に会うのがこの世におけるほとんど唯一の慰安、ほとんど唯一の希望だったのでございます。何としてもここから離れたくない。私は一途にそう思い込んでおりました。私は別に不動がどうの、義理がこうのと言って、難しい理屈から割り出して、三浦に踏みとどまったわけでも何でもございませぬ。ただそうしたいから、そうしたまでの話に過ぎなかったのでございます。でも私が死ぬるまで、三浦家の墳墓の地を離れなかったということは、その領地の人民の心によほど深い感動を与えたようでございました。小桜姫は帝女の鏡である。などと申しまして、私の死後に社を建て、神に祀ってくれました。それが今も残っている、あの小桜神社でございます。でも、右申し上げた通り、私は別に帝女の鏡でも何でもございませぬ。私はただどこまでも自分の勝手を通した一本気の女性だったに過ぎないのでございます。